皆さんこんにちは、木村良平です。ちゃんと撮れてますかね。はい。ということで、ティアドロップの新作ができました。ツイッターとかね、インスタではね、もう発表させてもらってるんですけれども、今回ね、それの紹介動画をちょっと初の YouTube 実写動画として撮ろうかなと思いまして、で、まずはね、ティアドロップって何っていう人も多分いらっしゃると思うので、簡単に紹介させていただきたいなと思うんですけれども、高中さんっていうね、ところと一緒に、まあ僕だけじゃなくて何人かのね、声優が一緒にこう、ブランドというかな、立ち上げて作ってるんですけども、まあ、各々多分やり方は違うんですけど、ティアドロップに関しては完全にもう、全部、俺発案、俺アイディアのやつになってるんで、もう自分の作りたいものをただただ作って、みんなと共有できたらなという、そういう感じのものになっております。はい。そしてですね、今回、今までいろんなデザインをね、作ってきたんですけれども、初めて、他のイラストレーターさんとのコラボ、他のっていうか、もともと別の絵は俺が描いてるわけじゃないんだけどさ、友達のラムっていうやつで、いろんなね、仕事で僕は共演してたりとかもするんで、知ってくれてる人も多いと思うんですけど、とにかく俺はあいつの絵が好きで、絵とか色使いとかそういうものが大好きなんで、彼にちょっとお願いして、よかったら俺ティアドロップっていうのやってるから一緒に、キャラクター作ってくんないかなとお願いして、こんな、はい、ネズミのキャラクターを作りました。ね、YouTube の動画を見てくれてる人はもうエンドカードにね、ずっと登場してる、彼は登場してるので、知ってくれてると思うんですけれども、これなんでこいつになったかっていうと、今年の干支ですね、ネズミ年で、しかも俺がネズミ年ということで、すごくネズミに関してはかなり俺も、こだわりがあって、めちゃくちゃ愛着があるんで、で、今回ティアドロップということなんで、泣いている姿。本当はね、ラムの絵はなんかニヤッとしてる絵とかが俺はすごく好きだったりとかもするんだけど、やっぱり、涙ですから、ちょっと泣いている感じで、色とかね、表情とかは基本ある程度お任せして、でも最初にある程度の条件だけ出して、ちょっと好きに描いてみてって言ったらもう最初に来たのがもうほとんどこれともうベースのデザインだったから、さすがだわ、やっぱお前天才だわって言って俺もすごい喜んでたんですけれども、そう。ね、こんなさ、ティアドロップのパーカー着てたりとか、ピアスとかね、あとここにちゃんとティアドロのロゴが入ってたりとかね、いいところいっぱいあるんですよ。もう、で、実はね、立ってる絵とかも、いろいろバージョン違いも描いてくれてて、で、最終的にこのデーンとこういう風にね、デーンと座ってるのが、やっぱこの泣きべそ顔とも、合ってるような気がしたんで、このキャラクター。俺はね、中太郎って呼んでるんですけど、皆さんはなんて名前がいいと思いますか？俺ね、中太郎って最初から呼んでるんです。これね、母親にね、こんなキャラできたよって見せたらね、母親中平って呼んでましたね。それ良平とかけてんのっていう。で、ラムから来た、データにはね、ティアラットって確か書いてあって、やっぱおしゃれな名前つけるんですね、ラムさんはね、と思って。あと迷ったのがこの色ね。今水色でこういう風になってるんだけれども、結構これ何色かでいろいろ迷いまして、紫。これがかなり迷った色。で、今回ピンバッジを、製品の一つとして作ったので、それには、この紫も入れてあります。紫もいいよね。すごいね。ちなみにこのピンバッジはね、ラムが、作ったらいいんじゃないですかって言ってくれたんで、もうせっかくデザインまでやってもらったんだから、彼発案のグッズの一つを作ろうということで、今回2種類の、ピンバッジにしました。かわいいぜ。さあ、そしてですね、もちろん、今着てるこの T シャツだよね。これ可愛いでしょ？このサイズ感がね、やっぱ真ん中にポッっていうんじゃなくて、こうデーンといるのが、全体の、キャラでもあり、柄でもあるっていう感じの、これが僕はすごくいいと思ってて。で、しかも今回ずっとやりたかったオーバーサイズ T シャツだったんで、余計にこのキャラがデーンと着てる方が可愛いんじゃないかなと思って、黒と、そして白を作りました。はい。で、この、金のこの目のところがね、白押しに、こびついてる。この目のところが白押しっていうのかな、この金になっているのが、これはね、ラムのアイディアで、採用させてもらいました。そしてね、めっちゃ可愛いのが、これで高中さんのアイディアなんだけど、ちゃんとね、裏まで尻尾が来てるのわかる？この、後ろにまでこう尻尾が来てて、ちゃんと繋がってるっていう、これ実はね、結構一つのテクニックなんですよ。これ。すごい、一押し。ね。で、黒と白っていうのはやっぱこの水色のね、生え方が全然違うんですよ。黒と白で。だから、2種類作って。で、黒だと世にも珍しい白のティアドロパーカーを、
中太郎でいいのかなわかんないけど、彼が着ている感じになってます。で、サイズはね、実は最初の提案ではM サイズと L サイズどっちにしますかっていう風に高中さんから来てて、で、正直女の子が着るんだったら M サイズでも全然いいと思ったし、まあなんなら、小柄な人だったら十分なオーバーサイズになっちゃうぐらいだったんだけれども、やっぱ今回はね、ちょっと半端なことはやめようと。がっつりオーバーサイズ。もう、なんなら人によってはお尻まで隠れるデザインになってて、結構ね、お尻まで隠れたいっていう人がね、多いという、巷の噂を聞きまして、そんな要望にもお答えできたらなということで、今回、このかなりのオーバーサイズ T シャツにしました。さあ、そして、こちらですね、次が、ダラン、マスクポーチ。はい。ここにいますね。で、マスクポーチ、こちら作りとしては、ここに、予備のマスクを入れたりとか、ティッシュ入れてもいいのかな、ここにピーってね、ティッシュ取ったりもできて、で、こっちの中は、こういう風に、マスク入ってるんですけど、いろいろポケットもついてるんで、仕切りもあって、あと俺何気にね、ここにロゴが入ってるすっげえ可愛いと思うんだよね。こう超気に入ってるところです。で、材質的に洗える材質にちゃんとなってまして、でも、手洗いかな。洗濯機でガーッとは多分しにくいかなとは思うんですけれども、手洗い推奨ということでポケットもちゃんとついてます。作りとしては完了で作ったやつにすごくよく似てるんだけどね、材質がこういう材質になってて、で、なんで色がこれと、黒が可愛いなと思って実は作ったんですけれども、この青がね、これ実は俺こだわりで、YouTube のね、見てくださってる方多いと思うんですけれども、エンドカードに、こういう色合いで実は置いてまして、で、なんでこの青かっていうと、この水色がね、すごく映える気がするんですよ、この濃い青との、対比で。で、黒だけだと、この中太郎の着てる服とかがさ、埋もれちゃうから、こう白とかになったりして、またデザインのね、印象が変わってくるんで、あえてこの濃い青っていうのを、エンドカードから実は、こだわって採用してまして、これもね、実は最初にベースで俺が作ったやつをラムに送って、ラムの方で少しいじってもらった形に、なってます。だから俺がベースでデザインした方もね、そのうち出してみようかなとは思ってるんですけれども。で、黒も作りは全く一緒ですね。で、今、マスクがこうあって、マスクのね、紹介写真が現時点でインスタとかツイッターに上がってるのかどうかちょっとわからないんですけれども、実は、ここにね、ティアドロップのロゴが入ってるんだけど、これがね、ハートのとこだけピンクにしてもらってます。これすっごい可愛くない？そう。でね、サンプルできたんだけど、これがちょっと俺的には薄い気がしてて、で、今回ちょっと、まだ濃くしてもらったサンプルが間に合わなかったので、メイクさんにメイク道具をお借りしまして、ちょっと濃く塗ってみました。なんとなくこういうイメージで、サンプルが完成する予定です。で、こういう風にね、つけてもらうと、ちょうどこの目元のところに涙が来る。はい。正直言って、ちょっと大きいっす。俺にはね、ちょっと大きいのかな。どうだろう、みんなどうなのかなとわかんないんだけど。でも、ちょっと大きめなぐらいの方が人を選ばなくていいのかな。ほら、なんだろうな。お父さんにプレゼントするとかさ、わかんないけどもね。はい。あと、これ材質なんですけれども、もちろん洗えます。ちゃんと。はい。洗って何度も使っていただけるのと、あと、ここのね、内側の素材がなんていうの、冷感素材っていうのかな。冷たい、触った時にちょっとヒヤッとするんですよ。だから、発送の時期が多分7月とかになると思うんですけれども、マスク多分その時もまだまだ必要な時期だと思うんだけども、つけても、ちょっとだけ涼しく、暑くなくつけられるよというデザインで。ね、ロゴバーンとかっていうのだとつけにくいなと思ったんで、こういうちょっとさりげな涙デザインにしてみました。ポーチの使い方としてはね、全然、何入れてもらっても大丈夫なんで、マスクポーチとして使うとは限らず、いろんな使い方を楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。もうこれ以上喋ると長くなるんで、次！はい。ラストドゥルーントゥルトゥトゥエコバッグ。これが欲しくてさ、俺さ、最初に写真でね、高中さんから出てたのは青だけだと思うんだけど、どうだろう？もう黒も出てますかね？黒もすっごくいいんですよ。ちょっと青開けてみる？これがやっぱり今ね、レジ袋が有料化してってるじゃないですか。だから、毎回ね、袋くださいとかってやったりとかするのも良くないし、レジ袋って本当に資源とか、あとゴミが増えるとかっていうだけじゃなくて、やっぱね、どうしてもね、風で飛ばされちゃったりとかして、半端じゃない環境破壊につながってるんですよ。だからね、レジ袋を減らすっていう活動は実はすごくいいもので、これ今、ビーってジッパー開けて、こうひっくり返しただけ。これで、はい。じゃーん。
出ちゃいます。このね、丸いところにが、これが今、このね、ティアドロップのロゴだったところを裏返すと、ここに、中太郎かっこ仮、ティアラットくんが、ここにいて、まあでも、広げて持つと、そんなに目立つ感じでもないのかなという。ね。まあ大きさ的にはね、正直そんな大きくないんですけれども、まあちょっと買い物に行くぐらいだったら十分かな。まあそのおかげでこれだけちっちゃく畳めるというメリットもあるので、今回この大きさを採用してます。色もね、これと黒だったら使いやすいのかなと思って。いいでしょ。と、あと、すごくいいのが、ちょっとこれ一押しポイントメモってきたんですよ。これちゃんと見ないとね。はい。これね、すごくいいのがやっぱりカラビナ。これのあるとなしとだと全然違うから。ちょっと。カラビナがね、やっぱ大事なんですよ。これ、カラビナ自体が俺すっごい好きで、カバンとかにつけとくと特に旅行行ってる時とか本当に便利だから皆さんもね、ぜひ活用してほしいんだけど、これがあるだけでもう、こういうとこに、ペット、繋いで持って歩くこともできるし、まあ、例えばカバンにつけたりとか、あるいはカバンの中のどっかにつけておくだけで、カバンの中でどこにあるんだろうとかって探す手間も省けるし、カラビナがめちゃくちゃ僕は、一押しなのと、あとジッパーが、そう、このジッパーがね、ちゃんと見てほしいんだけど、このね、中と外両方にこの持ち手がついてるんですよ。だから、外側にこっち側になってる時もちゃんと持てるし、この裏返してこっち側になってる時もこういう風にちゃんと持てるっていう、こういう細かい作りが俺は大好き。ちゃんとかゆいとこに手が届くデザインにしてくれたのはね、宝塚さんめちゃくちゃ感謝してます。はい。ということでね、まあ、7月の1日から全面有料化になるのかな、レジ袋が。だから、ちょっと多分、7月中旬後半ぐらいに配送がなっちゃうと思うので、間に合わないと思うんですけれども、届いた暁にはね、ぜひこの黒と青の、エコバッグ使っていただきたいなと思います。はい。ということでね、あんまり動画が長くならないようになるべく駆け足で、お届けしたんですけれども。まあちょっとね、ティアドロップに関してはいろいろ俺も思いがあるので、エンドカードにもね、やっぱ使ってるし、エンドカードにね、そう使おうって言ったのも最初俺が言い出したことで、ラムに、このキャラクターを作ってもらって、でもやっぱり、商品としていきなり出すんじゃなくて、やっぱキャラクターにまずみんなに親しみを持ってほしいから、エンドカード使っていいって言ったら、全然いいですよ、使ってくださいって言ってくれて、しかもエンドカードのね、絵作りにまで協力してくれて、すごい、あいつには、感謝してます。いつか一緒に仕事したいなと思ってたからね。まあ、ということで今回ね、ティアドロップのベースラインとか、あと動物の目のデザイン、とかやったりとかね、いろいろ、今まで作ってみたかったやつ作ったとかあったんですけれども、初めてのコラボということで、毎回ね、本当に俺がやりたいなと思ってて、みんなに、手にも取ってもらったらきっといいものになるはずだっていうものをね、もうこだわりをひたすら詰め込んで作れてるこのやつに新たな、ステージを踏むことができました。何ラインって言うんだろうね、これ。俺は考えたんだよな。今日昼間考えたんだよ。そう、カッコ仮の名前で、中ドロップラインっていうラインに勝手に名前つけてんだけど、まあ、正式名称はね、非常にダサいのでね、正式名称はどうなるかわかんないんですけれども。そうなんですよ。だから今回ね、この、中太郎というかティアラットというか彼のデザイン的にねどういう持ち歩き方だったらみんなが気兼ねなく持ち歩けるかなということも考えましてデンと T シャツだったりとかさりげなくポーチだったりとかいろんな形を作ったのでぜひ手に取ってもらえたら嬉しいと思います。そして忘れてた俺が欲しかったものがあってね、どうしても欲しかったのはステッカー欲しかったんですよ。すごいステッカーが欲しくて。だけどね、ステッカーっていうのがどうしても、やっぱり単体とかだと作りづらくて、いろいろ相談して、考えてもらったんですけれども、作れなくて。で、やっぱりこの中太郎の、デザインが基本ワンパターンしか今ない状態で、やっぱ色違いで数種類サイズ違いも出して、何個か入っていくらで、しかもちょっと、個人的にはステッカーでそれは高いかな、海外アーティストかよみたいな値段にやっぱなっちゃったから、今回それは断念しまして、なので、今まで、ティアドロップのこのマークのシールをつけてたと思うんですけれども、それを、今回この中太郎のシールに変えてもらいました。なので、買っていただけたら、
現時点の僕が聞いている通りならば、どの商品を買ってもらっても、ステッカーがついてくるはずです。なので、ステッカーも、俺がね、本当に作りたかったものなので、貼るなり、しまっとくなり、楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。ということで、いつからだ6月11日受注開始のはずです。間違ってたらテロップ入れます。ぜひぜひ、皆さん、商品をね、いろいろこの動画とか写真とか見てみて、興味があったものはお手に取っていただけたら嬉しいなと思います。ということで、またお会いしましょう。りょうへいでした。バイバイ。